Hi bestie! 花だよ。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう2025年終わります。あんまり外が凍えるような寒さじゃないから、あんま冬って感じがしなくて、雪とか降ってほしいなと思うんだけど、東京で雪見たのは何年前かなっていう感じ。もう5、6年見てない。そんな2025年冬なんですけど、今年もうすぐ終わるってことで、今年の振り返りっぽい動画出そうかなと思ってて、2025年のベストバイと好きだったものとかをいろいろお話ししようかなと思ってる。私のお金のかけ方としては、あんまり物欲がある方ではなくて、冬服とかもね、全然ないの。だからニットをすごい探さなきゃいけないと思うんだけど、その探すのにも結構時間がかかるし、ネットで購入することが多いんだけど、カートに入れるだけで満足してしまうタイプなの。メルカリだったら、いいねをしたらもう満足みたいな。だから、この前買おうと思ってたコートが売り切れちゃってて、ずっとカートに2週間ぐらい入ってたやつなんだけど、結構後悔してて、今それがすごい欲しい。食欲がすごいあって、なんかね、旅行行ったらもう胃が3倍ぐらいになるのね。この前ベトナムのハノイに行ってその Vlog を出したんだけど、ベトナムハノイ Vlog の後編はストリートフードをたくさん食べたの。その日1日でもう5回ぐらい食べてて、なんであんな食べれたんだろうって今でも不思議なぐらいすごいお腹がね結構ずっと空いてるタイプで、お金の使い方としては結構ちょこちょこ食費に使ったりとか旅行でたくさん使った気がする。今年は結構旅行に行ったかな。移動費とかホテル代とかが地味に多かったなっていう印象があって、食費といっても200円のコンビニのコーヒーを毎日飲むみたいな。毎日飲んではないけど、なんかそういうちょこちょこしたコンビニ出費とかかさばってる気がするけど、てか冬とかちょっと寒くなってくると人肌恋しくなるというか、ちょっとセンチメンタルな気持ちになっちゃうなとか思うんだけど、そういう時は私の動画を見てください。一人で喋ってるだけなので。寂しい夜のお供になってくれるはず。一番高い買い物なんだろうな。フーオークションを今年使い始めて、ちょっと良さに気づき出して、すごいね、ドーパミンがすごい放出されるの。あれ結構怖いなとか思うんだけど。バレンシアガのシティバッグっていう有名なバッグがあるんだけど、それの形がすごい好きで買ったんだけど、1回しか使ってない。ちっちゃいから。私ね、荷物が本当に多くて、来年はもっと使っていきたいし、もう少し気軽に小さいバッグで出かけるようなエレガントな女性になりたいなって思ってる。まず一番最近使ってるものを紹介する。AirPods。2026年になるのに AirPods をベストバイとして紹介してる人いるのかなっていう感じなんだけど、こちらです。最新の AirPods ではなくて、前まで有線のイヤホンとヘッドフォンの2つを使っていたんだけど、そろそろこういうちっちゃいイヤホン欲しいなと思ってて、AirPods なんっていう風になんか謎の反骨精神が出ちゃって AirPods をね見てなかったんだけど、ついに買ったらもう便利すぎて毎日使ってるの。もう大好き。まずこのシルエットが好き。すぐ開くの。もうパッてピッて、だから落としてこのイヤホン2つがブルーってどっか行ったら終わりなんだけど、この高いのに無防備すぎてちょっとどうしようかなって感じだけど、とにかく便利だなと思って、なんで今まで AirPods 買わなかったんだろうってぐらいすごいいいなって思ってて、最近毎日使ってるからこれ大好き。次、Apple 関連でいきますと、携帯どこですかって聞かれることが多いんですけど、私がよくインスタグラムで写真を撮ってる携帯はこれです。 iPhone SE。iPhone16 の画質が本当に大嫌いなの。マジで大嫌い。これの唯一いいポイントは広角カメラが使えること。それ以外は本当に嫌だ。インスタグラムのストーリーのところで写真を撮ろうと思って撮ったら画質が変わるの。分かる人いますか？一生解決しなくて、スナップチャットとかで撮ったら画質変わらないんだけど、インスタグラムで撮ると画質がなんか高画質化されるの。なんかこの iPhone はあんまり使ってないんだけど、この写真を撮るときは結構これで使うことが多いかな。デジタルカメラとかフィルムカメラとかとはまた違った良さが iPhone のカメラにあるんじゃないかなと思って、最近はいろんな方が2台持ち iPhone2 台持ちしてるのをよく見る。これ買ったきっかけとしては、韓国の友達がこれを使ってたので、それで買ったんだけど、結構韓国の方もよくこれを使ってる印象がある。秋葉原で買いました。
秋葉原は結構電化製品とかがすごい安く売られてるからめちゃめちゃいいと思う。シールをたまに誰ですかって、これ花ちゃんですかって聞かれたりもするんだけど、これ私ではなくて、香港に旅行に行った時にお土産屋さんでたまたま買ったステッカーを貼ってて、これは昔の大スターだよってことを教えていただいたので、大スターです。これ大好き。これです。あれ本当？これを2026年のベストバイに紹介する人は私だけだと思います。これはデジタルハリネズミっていう小型のデジタルカメラです。と聞いて。音やばくない？もうね、おもちゃの音なのこれ。これはもともとハリネズミっていうフィルム用の簡易カメラがあって、それのデジタル版として登場したものなんだって。レディーって出てくるじゃん。でここがねずっと暗いままなの。だからこうやってパシャッパシャって写真撮っても、ちょっと待ってね。この時は出てこないの。これ出てくる、ついに。ほらほら私はやっぱり高画質とかもう綺麗な写真よりも雰囲気があったりノスタルジーを感じるような写真が大好きで、写真のつぶつぶ感とかコントラストとか色味が、映るんですにちょっと近い感じ、フィルムカメラっぽい感じですごく軽いし、おもちゃみたいにパシャパシャ撮れるし、これは普段の遊びというよりかは結構旅行中に持ってくことが多かった。もう確認もしない、もうなんか適当にパシャパシャパシャって、もうピピピピピピカメラにはまっちゃいそうだなって思っちゃった。ちょっとしかもこのリスのね、これリスなの可愛くない？このリスの色が欲しくて探してたらなんかね見つけちゃったの。だから秒速で買ったんだけどこれを大切にしていて、また旅行行く時にパシャパシャ撮りたいなと思ってる。次はメガネを紹介いたします。このメガネもすごい好きなんだけど、私がもう一番好きなメガネはこれです。このメガネはジェントルモンスターとマルジェラのコラボのメガネ。もうこのメガネ本当に大好き。ちょっと一回外させていただきます。ちなみにこのブランドはどこなんだろう？アーベベっていうところのブランド。でもこれ昔の方だから今は売ってないと思うんだけど、これもすごい好き。軽くて好き。だからこれは一旦置いておいて、私が普段めちゃめちゃよく使ってるメガネはこれかけてみるね。はい、もう完璧です。もう可愛い。すごい可愛くない？これのポイントはたくさんあるんだけど、まずね形が最高。意外とスクエアだったりちょっとなんか変な形してたり、このメガネもちょっとカクってなってるじゃん。これはカクってなってるところが1ミリもない、全部丸でオーバル型のメガネが一番好きなのね。黒縁の太いフレームのオーバル型のメガネを探してたの。なかなか見つからなくて、ジェントルモンスターとマルジェラのコラボ、ほら見て、ここに書いてある。さりげないマルジェラ先生みたいな、ここにね、さりげなさがすごい好きで、ジェントルモンスターで売ってるオーバル型のこのメガネもあったんだけど、ちょっとねワンポイントがあってあんまり好きじゃなかったのね。だけどこのマルジェラとのコラボはブランドがね控えめに主張されつつですごいシンプルでめちゃめちゃかけやすいし、形もしっかりしてるし重厚感もあるし、もう最高じゃんみたいな。もうこれ見つけた瞬間に秒速で買っちゃって、もう大好き、本当に大好き。昨日も使ってたこれ。私マルジェラのもの初めて買って結構緊張したんですけど、やっぱりなんか毎日つけてるものはちょっといいものだと気分が上がるから、これは完全に自分の問題で、別にブランド関係ないっていう人もいると思うけど、なんか毎日つけるものでちょっといいブランドだと若干気分が上がるっていう、それ結構大事だなと思うから。リップとかもなんかキャンメイクとディオールの色正直変わんないけど、毎日持つならディオールの方がちょっと気分上がるなみたいな、そのちょっとしたワクワクを私は結構大切にしていて、これがすごい好き。でもこの前韓国とベトナム行った時に結構ね同じような型のものがねもう大量生産で売られてて、って若干もやっとしたんだけど、これは今後もたくさん使っていこうかなと思ってるので、すごい大切にしたいものだなって思ってる。お次はリップです。私が最近ずっとしているリップコンボ、この2つ。ルム&のリップマットペンシルの03カヤベージュというリップペンシル、ヒンスのローグロージェルティントローグレープっていう色。私はこのヒンスのジェルティントが大好きで、
プルプルするのと色味がすごく自然につくの。これ買ったきっかけは中国でお仕事した時にメイクさんが使っていて、最初は全然色出てないじゃんと思ったんだけど、自分の持ってる唇みたいな感じで色がちょっとだけ可愛くなるっていうのがすっごいいいポイントで、私はこれを何度も何度も使ってて、もうね3本目ぐらいでも色ちょっと変えてて、最近グレープ系の色が好きだからピンク紫っぽい感じの色、ツヤっとするの。あと匂いも好きだし、この2つのコンボが本当に大好き、特にこのマットリップペンシルは私はこの唇の下、ここら辺、もはや唇じゃないんだけど、ここと唇の上、ここら辺、ここら辺に塗ることが多い。こう塗ると唇の輪郭がぼやけてリップがバンって大きくなってプルプルってなるから、この2つすごい好きで使ってる。ラカのポンティンググローリップスティックの216番。これは見た目がねすごいの。見て、紫ですかみたいな、すごい濃い色なんだけど塗ってみると全然濃くないの。わかる？このちょっとだけジュワってする感じ。ルラボのアナザー13、見た目もすごい好きなんだけど、やっぱりこの匂い本当に素晴らしい。この前そういえば全然関係ないんだけど、青山を歩いてた時に一世三宅のお店から出てきた店員さんが3人いて、もうめっちゃ細いの。絶対モデルだよねみたいな、めちゃめちゃ細い高身長の男性3名がいたんだけど、ありえないぐらいの香水の匂いをまとっていて、やっぱ香水ってちょっとオーラに直結するんじゃないかなって思ってて、香水信じられないぐらいつけたらなんか層ができるっていうか、もう香水ってそういう役割も果たすと思うんだよね。私バニラ系とか甘い香りがあんまり得意ではなくて、普段からスパイシーな匂いとか自然な香りとか、あと最近フィグ系の匂いも好き。デパートで香水買うのすごい緊張しない？私はめちゃめちゃ緊張するのね。そもそもデパコスを買うのもなかなか緊張するんだけど、香水だとどういう香りが好きなんですかとか聞かれたりするじゃん。だから私は結構気軽にどういう感じなんだろうって見てみたい気持ちがあるんだけど、すごくヒアリング対応してくださるから、なんかこっちまでちょっと緊張しちゃうっていうね。空港で香水買うのがすごい好き、空港にいるとやっぱ緊張がなくなるし、いろんな方が来てるからそれ見るのも面白いし、香水が売ってるところがあるんだけど、そこでなんか香りを試せたりもするからすごい好きで、これは韓国のインチョン空港で買った。2025年の5月、ここに書いてあった。インチョンエアポートターミナル1、2025 5月。なんか空港にいると気分が高揚してるせいか、ちょっと高くてもお金払っちゃうんだよね。怖いんだけど。だからデパコスとか香水とか買いたい人は空港に行った時におまけで買うと結構ねいい気持ちになれるからすごいおすすめです。ファンの子の一人からグランハンドっていう韓国のブランドのサシェっていうクローゼットとかにかけるタイプの匂いがする袋があって、それをいただいたんだけど、ヒュージャンっていう香りがもうこういう感じだった。もう韓国旅行に行く際にチェックしてみてほしいくらいすごい素敵だった。今年のベストバイはそんな感じですかね。そういえば最近断捨離をすごくしていて、着てないけどちょっと思い出深いから置いてあるみたいな服が私のクローゼットの半分を占めてて、本当に窮屈だったから、そろそろいろいろやろうみたいな思い立って断捨離をすごいしたのね。断捨離の一部はフリーマーケットをやるかもしれなくて、2026年の1月10日13時から18時にルミネエスト新宿でフリーマーケットをすることになりましたので、ぜひぜひみんな来てください。クユーさん主催のもので、私フリーマーケットとか本当にやるつもりなかったんだけど、今年の年末に断捨離してて大量に余った服をどうするか迷ってた時にたまたまお話をいただいて、新宿で会場もちゃんとしてるからみんな来れそうだなっていうのもあって、すごいタイミングよくフリーマーケットをやる運びになりましたので、今後やる可能性は全然ないんだけど、みんな無料で来れるからぜひぜひ見に来てください。詳細はインスタグラムにあるからみんなぜひ見てみてね。フリーマーケットで出そうと思ってるお洋服とは別で、ちょっとこれは出せないけど売れそうだなみたいなお洋服を大量にセカンドストリートに持ってったのね。そしたら結構家族の分とかも含めて大量に持ってって、もう100着くらい持ってったの。最終的に2万
9000円。やばくない？みんなセカストに売ったりするのすごいいいと思う。23区外とか地方のセカストブックオフはもう宝の宝庫って感じです。もう素晴らしいものがたくさんあるんだけど、そこで見てて、昨日はディーゼルのダウンジャケットとプラダのバッグとラルフローレンのコート、この3点で2万何円かで元取った。番外編いきたいと思います。2025年ベスト音楽。私は Spotify を使っているんですけど、 Spotify の今年の振り返りみたいなのがあって、そこで今年の私の音楽の好みが分かったので紹介するね。 Spotify の合計時間69,451分も聴いてたそうです。聴いてる音楽のトップジャンル、1位がインディーポップ、2位がハイパーポップで、3位がアンビエント。トップアーティストはテイラー・スウィフト、チャーリー XCX、ロード、サカナクション、ピーター・パーカー69。全然ジャンルが違うんだけどって感じで、トップアーティストに並んだメンバーはアルバムで聴くことが多かったなっていう印象がある。テイラーのアルバム今年はよく聴いてたなって思うし、チャーリーは結構意外なんだけど、私はチャーリーの昔のアルバムがすごい好きで、それをなんか何ヶ月かに1回すっごい聴きたくなる時期があって、多分その時期にもう一日中聴いてたんじゃないかなと思って、多分ランキングしてる。私はロード先生本当に大好きで、結構活動を休止していて全然アルバムが出てなかったのね。アルバムが今年の6月に久しぶりにリリースされて、特に What Was That っていう曲が好きで、もうこのアルバムは全体を通してすごいよく聴いてたかも。もう大好き。生きてるうちにロードのコンサートに行きたい。サカナクションは活動がたくさん気になりだして、昔の思い出を思い出していっぱい聴いてたっていうイメージがある。サカナクションは私小学校の頃本当に大好きで、めちゃめちゃ聴いてたし、コンサートにも行ったことがあるぐらいで、昔のアルバムをもう本当にフルでぶん回してたなっていう印象があり、ピーター・パーカー69さんもアルバムを7月に出していて、このアルバムも本当に激ヤバ。歌詞がね、何言ってるか分かんないっていうか、英語日本語どっちみたいな、見ないと分かんないんだけど、私は Hey Phone と Monkey See っていう曲が好き。とりあえず全部好きなんだけど、もうこれはフルで聴いてほしい。デッドプールっていう昔のアルバムも好きだし、こういう系の音楽がすごい好き。今年好きになったアーティストで、まず一番衝撃を受けたアーティストはオクルーさん。神なのね、本当に水槽の中にいるような気持ちにさせてくれるというか、もう何とも形容しがたい素敵な場所に連れてってくれる音楽なの。このアルバムのジャケットもそもそも好きなんだけど、この何が行われてるのみたいな、なんか映画の中のようなジャケットからこの音楽まで、なんかこの方の美学がすごく伝わるし、全体的に大好きすぎて、このアルバムはフルでめちゃめちゃ聴いてるからおすすめ。あとザラ・ラーソン大先生はもうめちゃめちゃ大好きです。ミッドナイトサンという9月に発売されたアルバムはもう本当に大好きで、全体的に好きだし、で最近知ったアーティストでもう衝撃を受けたのがこのフェングさん。この方の情報が全然出てこなくてわからない、突然出てきた人みたいな感じなんだけど、この人のプリンセスって曲を初めて聞いた時良すぎて、イントロから噛みすぎてびっくりしてしまって、1分25分。これ曲なの？ぜひ聴いてみてください。最後に映画を紹介いたします。2週間前ぐらいに見たドキュメンタリーの映画が、ドキュメンタリー映画の中では過去一衝撃を受けたやつがあったから紹介していい？どこにも行けないっていうドキュメンタリーがあるんだけど、このドキュメンタリーでフォーカスされてる女性が19歳で、私は今20歳なんだけど、同い年くらいの女の子だから親近感が湧くというか、すごい感情を入れて見ちゃって、この映画では2000年代のちょっと排他的な渋谷の雰囲気をカメラに収まっていて、そこでなんか渋谷の109の前でたむろしてるギャルとか、なんか感情が全然ない若者たちのちょっと排他的なズシーンとした雰囲気をそのまま見れるから、それがすごい良かった。ちょっと言っちゃダメだよみたいなことが起きまくるのね。
なんか怪しい社長とかマルチ商法っぽい女の人とかに出会ったりとかして、決していい気分になる映画ではないけど見ておいてよかったなと思うし、特に同世代の方に見てほしいなって思った。この映画ではいろんな若者が出てくるんだけど、彼らが自分が何者であるかをすごい模索してるところが描かれていて、ドキュメンタリーだからいいところも悪いところも全部カメラに映ってるの。全てが映し出されてる、むき出しすぎるところがすごい衝撃を受けたポイントだった。朝が来ると虚しくなるっていう映画もすごい好きで、大したこと起きないんだけどその平凡さがすごい好き。ハッシュっていう映画があって、ゲイのカップルのお話なんだけど、性の多様性にフォーカスが当たってるというよりかは生き方とか人間関係とかそういうところにフォーカスが当たってて、自然にその人たちの人生に感情移入できるところがすごく見やすくてよかったなと思ったし、やっぱり2000年代の映画の雰囲気がやっぱりすごい好きだなって思った。ちなみに最近だとネットフリックスでラブ上等っていうヤンキーの恋愛リアリティショーがあるんだけど、それ見たのもそれ本当に面白すぎてやばかったので絶対見た方がいいです。めちゃくちゃ面白かった。いろいろ話しましたけど、ベストバイどころか最近見たい映画っていうもういろんな角度からお話ししたけど、最近の私の好きなものとか今年良かったなって思ったものたくさん話せたんじゃないかなと思う。2025年もみんなと一緒に入れてよかったです。2026年もたくさんいろんな活動しようと思ってるから、ぜひぜひ一緒に過ごしましょう。ありがとう、見てくれて。暖かくしてなんかみかんでも食べてゆっくりぬくぬく過ごしてください。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ハンナでした。良いお年を。バイバイ。一人のかわいい写真が撮ってもらって、かわいい。かわいい。これ何、寝転んでるところ？キャー